れは降ってるかもしんねえな。あれ降ってる雰囲気だよね、よし。はい、こんにちは、太郎です。今日はですね、神通川まで来ました。年に1回行くかどうかの神通川長江です。で、あそこで友人の H 君がこれから釣りを始めようとしているところです。というわけで僕もね、早速釣りをしたいんですけど、竿が短かったんじゃないかっていう感じが、とりあえずやります。では、竿は銀英競技 T85 ですね。釣れる鮎のサイズはそんなに大きくないらしいんですけど、鮎のサイズには関係なく長さが必要だったかもしれないんで、メガトルクの9号が正解だったかな。最初から重りを打っていきます。こんなところですね、トロセみたいな感じのとこで、とにかく下流におとりを送って横の動きで誘い出すみたいな釣りですね。本当ですね、鳴子大橋の下流ですね。下流で一昨年ここに来たんですけど、その時すごいいい思いをして、またその釣りができればなと思ったんですけど、どうかな。重りは軽いな。2号ですね、重り。1号から始めたんですけど、2号ですね。かかりました。来た来た来た。大事に大事に取り込みます。よし。このくらい差し込んだ時のちょっとね、引き抜き、また致命的な引き抜きのミスをしそうだった今。よいしょ。ちっちゃいけど追ってかかった感じですね。思いっきり下送りからの横の動きですね。あったかった。よいしょ。かかりそうだと思ったらかかりました。ちっちゃいっすね。ああいう竿の強さは競技 T でもめちゃくちゃ余裕があるんですけど、長い竿がないんですよね。これでやりますわ。長ければ長いほど釣れるポイントだと思うんですけど、下に送って横。神通川はこの横の動きでめちゃくちゃ反応するイメージなんだけどな。操作が悪くてあまりにも早く横にスンっていっちゃうんで、もうちょっと丁寧に操作しないといけないんですけど。おっ、勝った。よいしょ。
ちょっとね、今日調子悪いです。今日もね、調子悪いです。今日も調子が悪いです。いい感じですね。いい感じで横に行ってる。追われた。追われたけどかからない。やっぱ重り打ったはかかるな、多分。重り打った時の下送りからの倒すですね。横に倒す時に一気に倒しちゃうとスンと沖に行っちゃうか石にぶつかりまくるんで、竿を縦気味で石にぶつかるかぶつからないかぐらいギリギリを攻める感じですね。竿を立てて少しずつ横に倒す。水がちょっと冷たいかな。日が出てないんですよね。天気がすげえ怪しい感じ。一日持つかな。かかりそうだけどかかんない。かかった。こういう感じで下に送っては横に出してっていう動きをずっと下流の方まで続けていきます。かかりました。うわ、飛んでっちゃった。今日も引き抜きが絶好調でございます。引き抜きがっていう感じの釣りを何回か横の動きを出してかかんなかったら 2,3 歩下ってっていうのを繰り返しながら下流の方まで。今日は珍しく早朝からの釣りなんですね。カメラのバッテリー持たないんで一回ねここで撮影止めます。マジか、すんげえあゆこれ。真っ黄色、今年一番黄色い。真っ黄っき。なんかいまいちだな。おとりが大きくてかっこいいかな。あ、かかった。あ、てか大きいおとりね、大きいのかかるな。すごいゴツンときた。うわ、団子だ。よいしょ。チビの太郎さんはね、石の上に立ってないと卵が水没するんで、めちゃくちゃバランスの釣りですね。めちゃくちゃバランスを保って釣りをしています。足元。よいしょ。あ、バレた。ちょっとねいい感じにかかってきたんで真面目に撮影を再開しました。
まさにここがあれなんですね、引きずりの解説の時に例に出した横の動きですね。紐に送って横の動きがめちゃくちゃハマるポイントで、まさにここのための釣り方みたいな感じなんですけど、この深トロね、紐に送って横に出すとね、本当に面白いのかかるんですよ。ここまあ3回に1回ぐらいですけど、これでかかるのはそれでもすごいですよね。3回に1回かかればこの動作をして。神通川のですね、ここにいる鮎がね、本当に横の動きに敏感で、横に出し切ったらもう引かなくていいんじゃないかなってぐらいなんですけどもう釣り人の真下ですよね。真下に送って横の動き。かからねえな。いい具合にかかり始めたから撮影再開するかなんて言ったら今度かかんねえんだよな。もういつも通りですね。太郎さんは平常運転をしております。もうかかった。石の上から降りたくない。ここで撮りたい。バレそう。めっちゃ強烈ですね、引きが。でっけ。あ、石から落ちる。あ、ダメだ。こんなですよ、こんな。でっか。ちょっとね、罪の告白をしますが、ペットボトルがね、立ち込みすぎてスポンと出て流れていってしまいました。ちょっとすいません、やってしまいました。よいしょ。横の動きです。横の動きでかかれ。せっかく以前にした引きずりの解説が活かせるか。よし、横の動きでかかった。バレた。まあかかったんでいいでしょう。ここでもね、もうできたかなっていうところでもね、ずっと引かないで待ってると、あと、50センチぐらい沖にね、行くことがあるんで、それでかかることもありますね。ちょっとね、ちょっとずつ沖に出てますね。ちょっとずつ。よし、かかった。引くな、でっこいな。よし、よし。めっちゃね、背筋伸ばして釣りしてます。卵が水没する。ダメだ。ちょっとね、ここすんげえ面白いのがね、沖に出れば出るほどかかるんですよ。面白いかどうかは人によると思いますけど、結構僕はね、面白いんですよ。沖の方に立ち込んでってね、石にうまいことね、乗れればめちゃくちゃいいんだけど、乗れないとダメだ、深すぎる。よいしょ。竿の長さが物言いますね、ここ。
9.5 メーターもだといいんだけど、9.5メーター急性だからな。ちょっと鮎がちっちゃすぎて操作が雑になっちゃいそう。そこの石にまた乗りたい。よしよし、乗ったぞ。カメラのバッテリーがね水没そうで、そっちに上げとくか。カメラのバッテリー岸に上げてもうちょっと立ち込むか。よし、じゃあ岸にねカメラのバッテリーをね避難させたんで、思いっきり立ち込みます。かかったけどね、できれば岸に寄りたくないんだよね。岸に寄らずに撮りたいんだけど、よいしょ。あ、よいしょよいしょ。よし、かからん。一旦上がろうかな。釣れた。なんかいまいちだな。いまいちだ。10ぐらいしか釣れんかったな。本当。なんか太郎絶好調っぽかったよ。すげえいいのが3つ取る。めっちゃいいのいるよね。めっちゃいいのよ。やばい。そこな、入れた瞬間かかるでしょ。ズドンと来たけどさ、これで終わり。全然その後続かねえんだもん。なんか重りがアピールしてんじゃねえのってぐらいさ、重りつけるとつけないとじゃ全然違うんだよな。あ、そう。これいる？やべえよ。どんだけいるんだよ。誰かしらかけてるもんな。すげえな。そこ世の中じゃ誰みたくかけてる？誰もかけてねえな。魚の側。普段こんなまんま食わねえからな。でもやっぱさ、食った方がね、まあね、ちょっと疲れ方がね、ちょっと優しい気がする。ぐったりだもんな、帰り。うん。今日はあれだ、でも一人じゃねえからさ、寝る心配ねえな、帰り。うん。まあそうだね。一人だと眠ったくなるもん。やべえよな。高速はまだいいんだけどさ、ちょっと下道に降りた時に、ただ前の車についていくだけみたいな時にさ、うん。眠気が最高潮に達するっけな。あれね。いや木橋ってあるじゃん。うん。下流すげえ釣れんだよな。あ、これね、あ、これいいよね。うん。俺も結構好きなポイントなの。転がしの時期になるとすげえ人だもんね、あこ。でもあこにさ、鮎がつき始めたと割と最近じゃない？かな。去年は良かったし。去年いたよな。うん。2025年だもんな。すげえ釣れたの。いつだっけかなと思ってさ、思い出すとさ、うん。コロナの前だっけな。すげえあ釣れた年があって、あ。いつだっけかなと思い出すとさ、最近だったと思うんだけどなと思い出すんだけどさ、うん。うん。いや、コロナの前だから、2019年より前じゃんと思ってさ、へえ。 6年前は最近に感じてしまう。なんか上から見てると、かかりも多かったけど、バレも結構あったっぽくない太郎。うん、バレたな。針 6.5？ 最初7.0 でやったんだけど、うん。ちっちゃくして、うん。 6.5 にして。それでもちっちゃい点、それほんでっかい点気がしたな。うん。なんだけど、たまに20センチ来るってさ、そうそう、そこなんだよね。それは撮りたいじゃん。うん。20センチぐらいのやつがめちゃめちゃ綺麗だもんな。やべえな。やちょっとばい。写真撮ったけどさ、う半端じゃなかったな、あれ。ん。すごいよね、綺麗さが。人生で一番黄色かったんじゃないかなってぐらい。背びれなんてえげつねえ長いもんね。うん。鼻感通さずにちょっと俺眺めてたもん。やべえもんね。これやばーとか思いながら。
写真撮ったりなんだかんだしてさ、うん鼻から通そうと思ったらさ、あ、黄色くねえが薄くなってるが。早いよねあいつら。どういうわけか。太郎まあ食ったらまた同じとこだ。サブザブのとこ書いてれば。流れと深みがあるとこだったらな、でかいの揃いそうな気がするんだけど。なんかサイズがバラバラ。まあどこでも。俺はその辺入るわ。激しい流れのとこ。まあどこもやりたい放題なんだけど、入ってまあ一定間隔に調整しようかな。人が隙間に入らんように。でもあの人が立ってるさ、俺的にはベストポジションだ。あ、そうなの。じゃあ渡っちゃえこうか、ビエーっていけるかな。てかあれだな、キルガンもなかなかな流れだな。そこつるんってなったらまあ死には死ねえけど、それで一発フォローは釣りまくってたあたりにぶち込んじゃうからな。多分間違いなく釣れるけどね向こうは。ただ一回一回のね手返しが遅いからあんまり数は出せねえと思うんだよね。数出すのはやっぱ流れの速いところで一気におとりを送って沈めてみたいな釣りが白波が立ってる中でやるわ。はい、というわけで午後の部はこっからスタートですね。ちょっと目印がちっちゃくて見えづれえな。ザ・セみたいな背ですね。針は強気でオーナー一角ハイパー7号の3本怒り。ファインプレー、ファインプレーです。針がいかんなこれ。わからんわ。ご覧のスメ6号、もう天然遡上のね引きが強くてね、水面をなかなか割らないんですよね、かかり合いが。で水面を割らないからめっちゃ竿が曲がるんですけど、水面から飛び出た途端一応サイズはそんなじゃないんで、竿の反発力でね軽い鮎がね吹っ飛んでくるんですよね。風も強いしね。ちょっといいのが釣れたな。めっちゃカリカリ言う。なんだよ、根がかった糸に誰かの根がかりラインに絡まったや。取れた。よし、かかった。事後報告かかった。いや、なんかまたあれだな、根がかりラインに触ってる気がするな。なんかそこが一番、そこかかりそうだな、流れが分かれてるとこ。あ、また根がかりラインに引っかかってる。ダメだ、ここうんちだ。
ゴーゴーと流れる中にはいなくて、段々瀬っぽいところの一段一段にいる感じかな。見た目はね、かなりゴーゴーと流れる瀬なんですけど、馬の背みたいになってて、真ん中がそこの一段一段入れていけばかかり、おい、よいしょ。馬の背みたいになってるところの一段一段入れていけばだいぶかかりそう。結構立ち込まないとですけどね。うわ、入れがかりですね。抜けね。おお、いよいよ。入れがかりです。馬の背で入れがかりです。ここの馬の背徹底的に攻めればめっちゃ釣れそうなんですけど、なかなか立ち込むのがね、危険が危ない感じですね、ここ。まあ流れてもね、死にはしないけど、釣り竿を含むいろんなものがね、ことごとく壊れるかもしれないし、まあ、打撲が避けられないんで、なかなか危険が危ないポイントですね。また針交換忘れてたんや。早トラ 6.5 号。ドッカーンって白波が立ってるところに立ちたい。そこ立てばだいぶ釣れるだろうな。そこのちょっとしたプールの周りをね、ゴニョゴニョ探ってるだけでだいぶ数飲みましたね、ここ。よっこら、かかった。流れがきつくて釣りに集中できない。立ってることが目的になってる気がする。釣れれば釣れるけど、釣りよりも立つことに集中しなきゃいけないな。でっけえ。竿があっち。日の光で竿が激アツになってますね。入れがかりです。猛烈な入れがかりです。あ、
こういうこともありますね。かかればこういうこともありますね。よし、またここに来ました。ザブザブの背も良かったんですけど、仕掛けを思い切り切ってしまって、それに伴ってポイントをねめちゃくちゃ踏み荒らしちゃったんで、またこっちですね。まだいるかな、ああいう供給されてるでしょうかね。さっきだいぶ釣り尽くした感があったんですけど、神通川に釣り尽くしたなんていう言葉はない。多分まだいる。そんでですね、まだね夕間詰めまで時間が微妙にありまして、またね夕間詰めの分のカメラのバッテリーを温存しておきたいんで、またちょっとダイジェスト的な映像になるかな。ちょっとね長回し控えたいんで、一番いい時間帯にねずっと撮影できるように、またちょっとダイジェスト的な映像になってるかと思います。やっぱ答えてくれますね。すげえ真っ黄色な鮎。かかってた。よいしょ。うわ、ちっちゃいけどすげえ綺麗な絵ですね。かかる鮎がねちょっと変わった感じがしますね。真っ黄っきですね、かかる鮎。やべっすこれ真っ黄っき。こんなです。これまだ抜けないね。うわ抜いてしまった。バッチリ撮っております。よし、もうずっとここでやってるんですけど、今日夕間詰めあと1時間半ぐらい、もうずっとね上半身まで水に浸かってたから寒い。去年の動画ですけど、引き釣りに関する動画でおとりをね霜に送って沖に出す動きをするとかかるっていう解説をしたんですけど、それがですねまさにここなんですよ。ここで釣るためのなんか動作みたいな感じで、ほぼここで釣るための動作ですよね。こうやって霜に送って沖に出す、横の動きでね沖に出すとですね面白いようにかかるんですよ。ここ神通川の本当にこのポイントですね。このポイントのためだけの解説みたいな感じだったんですけど、あ、かかんね。あ、かかった。ほらかかるんですよ。ここでその動きをするとびっくりするぐらい簡単にかかる。うわ、めっちゃ引く。めっちゃ強い鮎だ。よいしょよいしょ。まさにねここのための解説なんですよね、あの動画は。去年座学でやったけど、今実践解説、霜に送って沖に出す。まあベテランの方だとね当たり前の動作といえば動作なんですけど、こういう深いトロセっていうんですかね、石は入ってるけどそんなにザブザブしてないような深い瀬ですね。ではその沖に出すっていう動作がめちゃくちゃ有効なんですよね。
重りを打って、なぜかねここ重りをね絶対打った方がかかりがいいですね。どんだけおとりが元気でも重りは打った方がなぜか、なんだろうな、なんかかかりがいいんですよね、重り打った方が。で下に送って、釣り人の真下ですね、あんまり沖に出しすぎないように本当に釣り人の真下に送って、で横に倒す。で若干テンションかけるとゆっくりね沖の方におとりが行くんですが、羽がかった。ゆっくりねテンションかけるとゆっくり沖に行ってかかんない。やっぱり思ったようにかかんねえな。立ち込んでいくとまたおとりのコースが若干変わることでかかったりするんですけど、かかんなかったら、引き上げるよりはなんかあれだよな、もう回収してしまっていいような気がするな。ここはとにかく横に動かしまくった方がかかる気がするんで、トラップしちゃった。とにかく横なんですよね、ここは。もうちょっと沖の方に立ち込んで下に送って、もっと下に行ってほしいんだけどな。なんかここで倒して横の動きを演出するとかかるかんねえ。かかるんですよ。かかる予定だったんですよ。そこの波打ってるとこだよな、核心部は。そこ届かねえんだよな。鬼のように立ち込むか長い竿を使わないとね、そこ届かねえんだよな。またちょっとね立ち位置を変えて沖に出す動きをしてみます。結構ね釣り人の立ってるところもね流れがないとなかなか下におとりを送りづらいんで、ある程度流れがありつつも立ち込める場所に陣取って下に送って倒す。ちょっとねここテンション緩めて一気に沈めてやるとできるだけ横の動きをねノアユに見せつけられますね。寒いです。もうずーっとねこのぐらい立ち込んでるからねめっちゃ寒い。思ったようにかからんな。でかかんなかったら3歩でも4歩でも釣り下れば全く同じ動作をしたとしてもトレースコースが若干変わることで違うノアユにねアピールできるんで、またかかる確率がねぐんと上がりますね。ちょっとでも釣り下るだけで。下に送って横に倒す。この横に倒した時のねテンションが強すぎると一気にね沖に出ちゃうんで、じわーっとねテンションかけて、なおかつ重りが石に挟まらないようにじわーっとね。日が陰って水温が下がってきましたね。すげえ冷てえ。かかった。根がかりかな。かかったな。縦の引きでかかりましたね。説明するとねかかんねえんだよな、思ったようにな。やべ、うわ危ねえ。まだねちょっと鮎がちっちゃいんですよね。まだ鮎ちっちゃくて、多分このまま大きくなんねえだろうなこいつが。これがねアベレージ22センチくらいだとこの横の動きでめちゃくちゃかかるんですけど、ちょっとちっちゃいなかかる鮎が。深いところに多分そんなにいっぱいいないんだよな。いないだよな。
沖にできったぐらいのところが一番かかるかな。ここね、ここですね。ここかかれ、ここですね。ここかかれ、かからない。今のはあんまり思いっきり霜には出してなかったんで、ここでかかんなかったからもう一回霜に出して、この状態から霜に出すとね、本当にもうめっちゃ霜に行くんで、霜差マックスに行くんで、引いてる途中でね霜に送ると、手元から霜に送るより引いてる途中から霜に送った方がマックス霜に行くんで、なんでここでねもう一回横の動きを出すと、かかるか、かかれ、かかった。横の動きを出すと、バレた。まあキャスティングしてもいいですよね、霜に。思いっきり霜に向かって。沖をね、もうちょっと沖狙いたいんですけど、冷た、水冷た。これ以上無理か。ちょっとこれ以上無理かな。きつ。釣りがままならないな。来た。よし。落ち着きました。ここでもう一回霜に送りますね。マックス霜から。よっ。さあどうだ。かかんねえ。釣り尽くしちゃったかな。神通川にも釣り尽くしたなんてことがあるんだな。立ってらんねえ。立ってらんねえっす。冷たい。よいしょ。お、かかった。かかった。ブルンブルンいってる。かかりどころ悪いな。よいしょ。はい。おとり変わって最初の流しはね、そんなに霜に送らない方がいいか。ほんの釣り人の直下ぐらいですねから横の動きを出して、船よりちょっと下ぐらいから初めの人流し目をしてね、あんまり霜に送りすぎるとのされやすいんで、最初はあれだな、できるだけ確保したポイントから下らないように上竿気味で横に出した方がいいですね。上竿で出してかかんなかったら、まあ引くなりやめるなりいいんです、何でもいいんですけど、引いた方がまあ一つのポイントをじっくり探れるか。で引いてかかんなかったら、こっからまた霜ですね送って、今度はもうめっちゃ霜に送りますね。引いてる途中で霜に送ればかなり手元から取り出すよりだいぶ霜に行きやすいんで、引いてる途中っていうか流れに乗せればですね、流進の流れに乗せればまた霜に送りやすいんで、霜に送ってあと竿を倒す。よしよし、かからん。そういう感じです。そんな感じです。こういう釣り方をね、去年の引き釣りの解説で説明しました。それをね実践したかったんですけど、
なかなか実践できなかった。いやーなんかあれだな、最初から最後まで全部釣りを撮影してれば何回も横の動きでかかってたんですけど、ユーマ詰めのねバッテリーがなくなる問題があって、カメラのバッテリーね、あんまり撮影しすぎるとユーマ詰めの一番いい時間の撮影ができなくなっちゃうんで、温存してて全然ね釣りをしてかけるっていう映像が撮れてないんですよね。かといってね、今ユーマ詰めのこの時間ね、この時間いい映像が撮れてるかっていうとまた撮れてないっていう、釣りっては難しいんですよね、特にあゆ釣りはね。でちょっとねかかんないからもう移動しようかな。なんかね、朝一からいたおじちゃんたちがみんなもう撤収してるんで、まだ4時半ですけど、もう4時半、あと30分か1時間ぐらいね、一番いい瀬方でユーマ詰めに向かえようかな。もうみんな撤収してやりたい放題なんで、一番いい瀬方に移動します。今が一番いいんじゃないかって感じだけど、どこでも食べれるな。そう一番いいとこ入ろうかなと思ったんだけど、波立ちが始まるあたりすげえいっぺいいる。そこあゆだらけで、わあめっちゃいるな、ここやべえな。登ってきてんのかなこれ、やべえな。まあ俺そこのあれだな、ちょっとザブザブってなり始めるぐらいのところでやるわ。はい、じゃあここですね。さっきはこのトロでやってたんですけど、こっちまで来ました。貸し切りになっちゃいましたね。まだ5時になってないのに。どこがいいんでしょうかね。なんかチャラの方がいっぺかかる気がするな、これちゃんとした背より。ユーマ詰めは特にそっちがいいんじゃないかな、そっちの方が。わ、鳥山ができてる、マジかよ。淡水魚で鳥山ができてるよ。かかった。あんま黄色くねえな。これ真っ黄色のかかったら正解なんですけど、真っ黄色じゃねえな。おお、かかった。出がかりか。出がかりでしょうか、ここ。黄色くねえけど、ああいう登ってきたばっかり。これから黄色くなったら激アツだな。なんだ、バレたか。バレたわけじゃないか。なんかまたなんか引っかかってる。よし、仕事帰りに15匹の鮎をかけると噂の通称2代目5時から男の釣り方はですね、チャラなんですよね。なんでチャラに行きます。まあチャラというほどチャラでもないけど、よし、やめです。多分ね、エチ君は太郎さん待ってる状態だと思うんで、
もうやめます。お待たせ。なんか夕間詰めだからってそこまでって感じだったな。なかなか5時半まで釣りしてる人っていねえよな。疲れた。さて数えるか。やってらんねえ。いい。どうしようかな。よしよし、出てこい。よしよし。動画的に数えなきゃいけないのですいません。よし、じゃあザバーして。いやー、いるね。50いったかや。数えます。1、2、9、10、30、31、42、42、42、43、49、50、51。いねえか。いねえな。52どっか行ったな。いや30だったな。30か。あれだな。さっさと釣れる場所入って勝手に釣ったってなって50も釣って。いややっぱ神通川ですって。栄光の神通川だって。すごいもん数やっぱりねえ。だって淡水でさ鳥山できるってやべえだろ。淡水池で鳥山はやべえだろ。じゃあ帰るか。飯どうする？どっかでなんか今日あれ嫁さんが作って待ってねうちで。俺はね、今日まんまいいやって言って。あ、そうなの。だってまあどうにでもなるよ。じゃあ食って帰るか。どこでもいいんだけど、パーキングでいいんだけどさ。これでも何でもいいよ。よいしょ。重た。よし。今回はご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録と通知機能で次回の動画公開のお知らせが届きます。動画の感想、コメントもお待ちしております。次の動画もぜひご視聴ください。